放送作家の島津です。よろしくお願いします。しのりさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、すっかりなんか雰囲気が夏になりましたが、さあ、今回はですね、スペシャルゲストとして、なんとですね、シドニーさんのお友達に来てもらってるそうなんですが、どういう方になるんですか？私の友達、すごく有名ですよ。有名人そうなの？彼はコロンビア大学卒業しました。たくさん本書きました。彼はライターですよ。どんな内容の本なの？例えば、Uber Eats とか、お父さんになるとか、いろいろ本出してるの？じゃあ早速ちょっとお呼びしてもらいましょうか。はい、お願いします。チャーさん、お願いします。What's up, Sydney? Mama, I missed you. 久しぶりね。一昨年ぐらい、シルニさんは僕のポッドキャストに出演していただきましたが。そうなんだ。もともとはでもいつあったんですか？もともとは20年前、20 years ago です。そうですよ。20年前。はい。笑っていいと思うとか。笑っていいと思う。チャールズさんとシドニーさんはじゃあ昔日本にいる時に一緒にテレビ番組に出てた仲っていうことなんですね。はい。ラジオ番組も。ラジオ番組とかも出てた。はい。質問です。チャールズさん、日本のどんなテレビ番組に出演されてたんですか？5時に夢中、いきなり黄金の伝説とか。いっぱい出てるね。そうなの？すごいね。大したテレビ出てませんけども。5時に夢中って意外と最近じゃないんですか、それは。黒船特派員って言いますよね。それはちょっとわかんないけど、黒船特派員っていう役割があったのね。元祖黒船特派員でした。日本でも結構活躍されてたんですね。ぶっちゃけくだらない活躍しました。で、本も出されてるということなんですが、なんかそれはどういった本を出したんですか？ビバリーヒルズに行って食事の配達して、そのリッチの人、セレブの人は何を食べてるのかと思って、そのことを本にしました。もうそこのセレブの配達に、ウーバーイーツとかなんかやられてたってことなんですね。すごい、すごい。それ気になりますね。だから本を書きました。なるほど。はい、わかりました。ではですね、今回の企画はこちらでございます。チャールズが見たアメリカ人の食への異常な愛情。今回はですね、シドニーさんの友達であるチャールズさんを迎えてですね、アメリカ人ならではの食習慣、食へのこだわりを教えていただきたいと思います。まずはですね、最初のネタ、チャールズさん教えてください。コロナウイルスの時代になって、僕はマニーが必要でした。お金ないからどうしようっつって。どうしようと思いましたね。ロサンゼルスにいましたので、よしビバリーヒルズに行って食事配達をしよう。なるほど。みんなリッチですから、チップたくさんもらおうかなと思いました。なるほど。でも違いました。違いました。ハリウッドスターとかいっぱいいるんじゃないですか、ビバリーヒルズ。いっぱいいます。まあ、チップはいくらだと思いますか？1万円とか2万円とか。平均のチップはいくら？平均のチップ ?30 ドルぐらいもらえちゃうの？ No! 食事は30ドル。食品が30ドルぐらいだとしたら、ビバリーヒルズの平均のティップは2ドル40セントだけでした。ケチ。ちょっとね、ごめんなさい。ちょっと待って。wait, just a minute. 僕日本人だから、チップの感覚がいまいちわかんないんですけど、通常ね、商品の5% とか 10% ぐらいじゃないの？チップって。
例えば1000円だったら、100円とか50円とか100円ぐらいじゃないの？例えばね、夜中にマックが食べたいと思って。それで、ウーバーイーツでマック頼んだら、その食事払って、最後に、ティップいくら払いますかと、アプリが聞いてくるんですよ。ビバリーヒルズとロスの西側の平均のティップは2ドル31セントでした。わー日本円で言うと200円。ダメよ、ダメ。私はウーバーのところ、ハートフォード、コネティックで、すごくたくさん貧乏人いる。でも私のチップすごく高い。なんで？例えば、どれぐらいなの？ I don't know. でもチップ弾んでくれるの？貧しい地域の人が。シドニー、ハートフォードの平均のティップはいくらぐらい？平均ぐらい。例えば、マクドナルド行って、ビッグマックとソーダとマック最低でしょ？お客様連れて、私のチップもらう？多分10ドルぐらい。$10? 何話が全然わかんないんだけど。はるかに多いですよ。$10? シース。貧乏のところよ。すごく貧乏のところ。たくさん。貧乏のところで。頑張って、シドニー。チップシドニーさんのとこが10ドルくれるの？それは何？じゃあ商品自体の全部が30ドルぐらいするしたもののうちの10ドルくれる。全部いくらぐらい？ 10ドル？ 12ドル？いや、商品そのものだよ。ハンバーグとか、コカ・コーラとか。それで10何ドルで、ってことでしょ？そのうちのチップが、さらにチップが10ドルってこと？はい、10ドルですよ。はい。そう変わんないじゃん、そんなこと言ったら。ねえ、なんでベブリーヒルズすごくキャッチーでも、貧乏のところすごくいいですよ。ベブリーヒルズ2ドルとちょっと。じゃあ、チャールズさん、ビバリーヒルズはケチだと。じゃあ、ケチじゃないとこはどこだったんですか？ビバリーヒルズの本の次はオクラホマシティにしました。なんて言いますかね、その人情の方の人情を感じるところで、正直はオクラホマのチップの方が多かったんですよ。ビバリーヒルズの平均のティップは2ドルと30セント。オクラホマシティは3ドル40セント。1ドルぐらいね、ちょっと変わってくるっていう。平均のティップだけじゃなくて、ティップを払うパーセントの人が多かったんですよ。ロスは54% だけティップを払う。わー。ということは46% は払わない。払わないの？わー。成り立たないじゃん、それじゃあ。なんで、チャールさん、なんでオクラホマシティは 75%、75%。そこで、アメリカの中部、人情、地方の方の心のゆとりを感じますね。なるほど。75% はすごい数字なの？いや、俺からすると 25% も払わない人いるんだっていうのも結構驚きなんだけど。僕もびっくりした。ものすごい。いや、もう払うの当たり前じゃないの？だって、アメリカ人なんか払わないの？ねえ。まあ、よっぽどサービスがひどいとかならわかるんだけど。ビバリーヒルズはケチ。ロースに行ったら、みんなせかしてますよ。家賃払え。これが払え。で、何もかも安いですよ。物価安い。ねえ。まあ、日本で言うと、何ですかね、渋谷区と比べて、どっか地方の人の暮らし、新潟県とか、北海道とか、九州とか、同じじゃないですけども、似てますよ。まあ、そういうことなのね。田舎の人の方が。じ
じゃあ、ちょっとわかりました。続いてじゃあね、次のネタ行きましょうか。